内向してるような枝をなくすと、少しすっきりします。皆さんこんにちは。今回も前回に引き続きいろはもみじの剪定の続きをご覧いただきます。ここはこう重なってるというか、これが立ち枝っぽく出てるからこうなっちゃうんですけどね。この重なりを何とかしたければ切り戻すとか、上に切り戻すかですね。これに切り戻すか、もう元からなくすか。元からなくしてもいいんですけど、あんまりこうぺったんこになっちゃうとね、深みがなくなっちゃうので、一旦この辺にしましょうか。こうしてこれを残す。で、こういうのは少し五線に間引いてやると、それだけでもだいぶすっきりしますね。で、この徒長枝もなくしたいんですが、その時にやっぱりどれが残ったらいいかをね、まず枝を探します。この枝はいいと思いますね。これは方向的にもいいですし、だからこれは残したい。で、これのペアとなるのを探します。こういうところをするかもしれませんけど、これを残したとするとですね、想像してもらいたいんですけど、例えばこれを残す。これを残すと、この枝とこの枝の関係が鈍角になってしまいますね。だから、ここで切り戻すのは良くないと思うんです。多分ここまでいかないとダメだと思うね。こういう風に切るとすると、こういう風に切ると、これとこれの関係がすごくこう鈍角に広がってますよね、枝が。これはあんまりよろしくないので、これはやめた方がいいですね。ここまで行って、これとのペアをこの辺に想定しますかね。これこうなってるから、これこのまま残してばいいですよね。で、ここら辺が必要かどうかなんですけど、こっちを生かしていけばいいと思いますので、これが残ってもそれほど邪魔じゃないですけどね。こっちは残したいですね。こっちは残したい。となると、これはいらないということになりますので、これも、これが上下に重なってますので、どっちを取るかといえば、こっちを取って、切ったところがごつい感じにはなってきますけどね。で、これを残したと。次、これですね。これはもう残すとしたらこれを残して、これは途中で切らないで、ここまでいっちゃえばいいですね。で、これのペアとして、これが残れば。これが残ればね。こういう風に残ればいいので、こっちはなくします。これでいいと思います。この内向枝は少し整理した方がいいでしょうね。こんな風にして。ここら辺もすごく元気いいんですよね。これもちょっとおとなしくさせたい場合は、この細い枝がね、枯れてなくなってしまわないうちにこれを生かした方が、これ方向いいですよね。
これは残したい。で、この辺で何かこう、いい形が作れるかっていうのをちょっと考えるんですけど、ね、どういう風に切ってもね、そんなにこう、自然で柔らかい感じにはならないし、これを残してこう切ってね、この枝とこの枝で作ろうとかってこうやったとしてもですね、これ徒長枝ですから、結局こういうところで切るでしょ。そうなんかあんまりかっこよくないですよね。これを5製にしたとしても、これそんなにかっこよくないですよね。となったら、こういう枝を生かしてあげた方がね、今のうちに。そうすると、こう、もう少し柔らかい枝の作りになりますんでね。で、これを残すとなると、ペアとしては、これを残しておいた方がいいんじゃないかなっていう感じですかね。ちょっと方向良くないですけど、もうこの中ではね。なので、こういう角度で切ります。こういう感じですね。この内向はどうするかですけど、まあ、取ってもいいし、これもですね。こんな感じにするといいかなと思います。で、この後ろですね。これは残しておきましょうかね。この後ろも同じような理由ですけど、これを残して、これとペアみたいな感じにするかな。これを残すと。こういう感じで考えます。内向、上行ってるのはいらない。で、そうするとこの上がすごい強いの残っちゃいましたよね。これですよね。これがこう、どっかで作っていけるかどうかなんですけど、まあ今のところはこの辺でこう枝を地道に作っていった方がいいかなっていう感じもするね。多分、この辺残してここで切ってもまた強い感じで、こういう塊になっちゃうのでね。私だとここで一回切っちゃいますね。ここに枝がないのでね。あんまりかっこよくはならないですね。これ切ってもゴツゴツな感じでしょ。この辺で切ってみましょうか。ここら辺でこう切るとね。ゴツさは変わんないと思うんですね。これ残りましたね。この辺ゴツいですよね、やっぱりね。そうなったらやっぱりこの辺とかこの辺を残して、このごついのはね、なくしちゃった方がね、ここで。この方が将来的にはね、いい木になるんじゃないですかね。それで、まあ、この残ったところを整理しとくんですけど、まあ、この辺が残ってっていう風に整理してもいいんですが、まあ今のところね、そんなに飛び抜けて悪い枝もないので、ちょっとそのまんまにしといて、もう少し様子見てからでいいと思いますね。で、今そこでさっきね、上を切りましたね。で、こう残ったところが、もう少し切りたければいらないものからですね、こう胴吹きしてるやつとかですね、内向してるやつとかですね、そういうものから省いていって、まあ、枝分かれのところをすっきりさせていくと、ちょっと涼しげにはなりますね。こういうところもたくさんありますんでね。でも方向を選んで少しやらすというのも手ですけど、こっち側に枝いらないんですね。でもこう少しは風情としてね、残っててもそんなに悪くはないと思うんですよ。こういう感じで。1個ぐらいね。このぐらいはあってもいいと思いますけど。
あとここら辺はちょっと濃いでしょ。まあこの内側が1個なくなると少しいいですね。これがそうなんですね。それでもこの辺がまだ鬱陶しいかなっていう時は残すのを考えますね。これいい方向ですよね。これがいいとなると、これとペアはこれですよね。ということはここの上をなくすってことなんですけど、これもいらなくなりますね。これなくなって、これ残したいんですけど、こういうのはね、なかなかうまく切れないんですよね。ここに入らないからね。だからまあこういうのはなるべくそこの場所まで行って切ってほしいんですけど、これとペアでこれを残すから、こうですね。こうしてほしいですね。今のね、角度をね、ここで切るっていうのはなかなかもう高いだけじゃ難しいですね。このぐらいだったらできるかな。この例えば真ん中いらないかなとか、こっち側いらないかなとかっていう時にね、例えば真ん中かな。これを取るぐらいだったらいけるかもしれないですね。この枝はちょっとこっちへ行って上にかぶってき始めてるんですよね。だからこの辺の枝で止めといた方がいいね、本当はね。こうか。まあ切れるかな。ちょっと難しいね。潰れちゃうね。潰れちゃいましたね。こうなっちゃうからやめた方がいいってことですね。ここまでになっちゃうと結局ここで切んなきゃなんだけどね。こうなっちゃうね。ここ切るの失敗したんですよね。なかなか難しいですよね。これをここで切ろうとするとね、こういう角度でこう入れば切れますけど、なかなかそうもいかないですね。まあ失敗が多くなりますんでね、やめた方がいいかな。結局ない方がいいかな。これも方向いいものをパッと見れるようになるとね、この枝とこの枝、これは非常にいい感じですよね。で、これとこれを残す、これとこれを残すというのをね、頭の中入れといて、それでこっち側をこう切るんですけど、さっき言ったようにこれ高枝切りがうまく入らない場合はですね、やはりそこまで行って切るべきですね。ここで切れるように切っちゃうと切り残しになっちゃうね。こういうふうに。こういう切り残しになっちゃう。これですね。こういう状態をどうでもいいと思ったらダメです。きちんと切ろうとしなければダメです。こういうところはやっぱり高枝切りは諦めて、ちゃんとそこまで行って手で切るというのが一番いいですね。で、この2つ残すとこれが邪魔になりますよね。だからこう三つ股になっちゃうんで、ここも1個出しといた方がいいです。ちょっと合成っぽくするならこんな感じで、これですね。この枝いいですよね。これもいいから、これとこれ残してこっちを切っとく、あるいはここまで詰めとく、ここまで行ってもいいぐらいですよ。ここでもいいですけどね。こうしといてもいいけど、結局後ろもこれ切んなくなるんですよ。こんな感じになってくると、もうこれ1本でもいいぐらいかもしれないんですけどね。この辺はまあいつでも切れますんでね。ちょっと迷ったとしたら手出さない方がいいです。ほんで今回ここまで行ってちゃんと切るのが面倒ならね、もう詰めといてもいいですけど、こういうふうにこういう感じにしといてもいいけど、先ほど最初に言ったようにね、こういうふうに切り詰めたところから出た枝で
このもみの枝を作っていくっていうのは無理ですからね。本当はこういうところまで切り戻しておいた方がね、いいですよってことですね。これもせめてここまでこんな風にして徒長枝を抜くといいですね。これはあんまり方向良くないね。方向がいいのがね、1個あるんですけど、これがね、なのでこの場合はこうやってここで切ると徒長枝に込みます。これも今武将して高枝切りだけでやろうとするならば、この枝は残してあげてください。こっち側はここにしとくかな。そういうふうにするとツンツン出てた徒長枝はなくなってね、幾分すっきりしたんじゃないかなと思います。この後は別のイロハモミジの剪定をご覧ください。解説はありません。これおかしいね。外色出したいけど。
重なってんのがね。ご視聴ありがとうございました。